おはいえなし。この動画はアークナイツエンドフィールドの超初心者向けスタートアップ動画です。この手の動画、やらないと後悔する5戦だか7戦だか10戦だか小ネタ構成のやつが多いんですが、ガチ初心者からすると最初から順番におおむね一通り触れた上で、これはやっとけとか、これはあんま気にせんで OK とか、そういった方が分かりやすいんじゃないかなと思ったので、そういう構成で作ってみました。右も左も分からん初心者が OK、 大事なとこは分かった、あとは興味に応じて適当に調べてやるわって思える助けになれば幸いです。早速参りましょう。会員登録してゲームスタート。本作は主人公を管理人と呼びます。管理人の性別を決めますが、後からでも変更可能です。一旦言われた通りにプレイします。この動画では大事なポイントでない限りゲーム内で説明してることはあんま繰り返さないようにしますが、一点だけ補足すると、このバーを1本分消費して使う戦技ってやつ、めっちゃ威力高いです。てか逆にこのゲーム通常攻撃の威力が結構低いです。なのでこの戦技を使うための戦技ポイントを余さないようにしつつ、可能であればこの戦技は複数の敵にまとめて当てるようにすると戦闘効率的に進められます。それと戦技絡みでもう一つ、パーティー組んで戦う時、一部キャラの戦技のアイコンがピカピカ光る時がありますが、これは今これ使えば強いよという意味です。例えば燃焼状態の敵に使うと大ダメージを与える戦技があったとして、敵が燃焼状態になると対応する戦技がピカピカする感じ。あんま細かいことは気にせず、光ってる戦技アイコンがあれば優先的に使いましょう。少し進めると管理人の名前を決めることになります。名前は後から変更できないので注意しましょう。いろいろと突っ込みどころがあるカットシーンを尻目にチュートリアルを受けつつ、しばらく手なりで進行します。ここで連携技の解説が入ります。 SP を消費して使う戦技ほどの威力はありませんが、一定時間おきにタダで使えるので積極的に発動条件を満たして使っていきましょう。各キャラの連携技の発動条件がどこに書いてあるのかっていうのは後ほどご紹介します。強化という素材を入手した上で道具製作の説明が入ります。手動で回復アイテムなどを作れるんですが、後でマシンを使って回復アイテムも大量生産することになるので、この手順はあんま気にしなくて OK です。ここで協約転送ポイントが解放されます。これはファストトラベルするための装置です。1点注意事項があって、よくある他のゲームだとこの装置に近づくだけで HP が全回復しますが、本作は回復を選択しないと回復しないので注意しましょう。それとここでしれっと道具箱から倉庫へ一括収納するためのボタンが紹介されます。これ割と便利です。道具箱っていうのが主人公の手持ちでおおむね50種類しか持てません。一括収納ボタンを押しても手持ちに持っといた方がいいアイテムは自動で保持してくれるので、割とすぐ手持ち溢れちゃうのもあって、軽率に一括収納ボタンを使いましょう。ここで行動レベルというのが上がるはずです。これが本作におけるチーム全体のレベルで、これが一定値以上にならないとあるタイミングからメインクエが進められなくなるので超大事ですが、詰まってから考えればいいので一旦は無視しましょう。ちなみに理性というのが本作におけるいわゆるスタミナで、メインクエなどを進める上では理性は不要なんですが、育成素材の獲得などの出入りコンテンツを行うために理性が必要になってきますが、現時点ではまだ理性を使うコンテンツが解放されてないので、これも無視しましょう。道中の敵にちょっかいかけちゃってますが、基本的に道中の敵をわざわざ倒すメリットは薄いです。倒しても得られる報酬がビビたるもんなんで、クエストで強制されてない限りは無視して進めましょう。こんな感じで任意の目標もたまに発生しますが、実利を求めるんだったら基本無視で大丈夫です。協約コアというものを設置します。ここを中心に工業を発達させるので、その地域における拠点みたいなものです。ここから中継タワーという名の電柱を立てて電気を通すチュートリアルが始まるので従います。この辺りでマップ探索ができるようになりますが、一旦無視してまずメインクエを進められるだけ進めましょう。ここでメニュー画面が開放されますが、結論から言うと今の時点で何かしておいた方がいいことはありません。おとなしくファストトラベルして話を進めましょう。石を取って結晶外殻という素材を作るチュートリアルが始まるので、おとなしく従いましょう。先ほどマップ探索は無視と言いましたが、とはいえ1回触るだけで解放できるやつは進路上にあれば触っといた方がいいので、そういうやつを2つご紹介。1つはさっき出てきたファストトラベルするための装置である協約転送ポイント。触り損ねると後で面倒なので触っておきましょう。左上のマップ上のこのアイコンを参考にしましょう。もう1つの1回触っとけポイントは、フクロウのアイコンが目印の資源回収所。これは一定時間おきに触れることで、後ほど出てくる施設の改築用の資源が回収できるスポットです。ぶっちゃけ序盤はそんな資源いらないので、今の時点で急いで解放したり定期的に資源を回収する必要はないんですが、ゆくゆくは必要にはなるので、進路上にあればついでに触っとくぐらいのノリで OK です。
ここでレベルアップのチュートリアルが入ります。本作は成長素材がカツカツなので1パーティーである4人に絞ってレベル上げすることをお勧めします。じゃあ誰にすんのかっていうと、メインクエを進める上では主人公と必ず仲間になるペリカ、チェン戦友、それと直後に仲間になるウルフガード、この4人で全然 OK です。成長素材がカツカツとはいえ、この4人を今レベル20にするのをためらうほどカツカツではないので、一旦は今いる3人のレベルを20に上げちゃいましょう。採掘機で石を掘るチュートリアルが始まります。おとなしく進めましょう。このチュートリアルを終えると採掘機に石が溜まりまくって溢れるので、定期的に手持ちに移さないとなんかもったいないような気にさせられるんですが、後で死ぬほど石手に入るので気にしなくて OK です。なんとも言えない品質の武器が揃う武器屋が開放されます。とりあえず替えと圧かけられる武器だけ買っときましょう。そして言われるがままレベルを20まで上げます。今回は考えるの面倒なのでこの武器のレベルを上げちゃいましたが、今後のために各キャラ何の武器を装備すればいいかの判断基準をご紹介。一言で言うと、メイン能力やサブ能力が一致しているやつを装備しましょう。どういうことかっていうと、キャラの能力値は筋力、敏捷、知性、意志の4種類があるんですが、キャラごとにこの中からメイン能力とサブ能力が1つずつ定められています。例えば管理人の場合、黄色い敏捷がメイン能力で、グレーの背景の筋力がサブ能力です。で、該当の能力をクリックすると分かる通り、メイン能力であればその能力値の半分のパーセントだけ攻撃力が加算されていますし、サブ能力であればその能力値の5分の1のパーセントだけ攻撃力が加算されています。どっちもとんでもない量の攻撃力補正なので、基本的にメイン能力やサブ能力を上げる武器を装備すれば間違いないです。さっき買わされた武器は管理人のメイン能力である敏捷を上げるため、管理人にはマッチしてるってこと。メインかサブの能力が上がるやつには親指マークがつくので、それを参考にするといいでしょう。先へ進みます。マップ上白い幾何学的な何かが転がってますが、これは触るとちょっとしたアイテムと行動レベル用の経験値が手に入ります。ビビたるもんなんで無理して全部触ろうとしなくて大丈夫です。装備を作って身につけるチュートリアルが始まります。結論から言うと、装備については当面はあんま気にしなくて OK です。装備にはグレードが低い順に白、緑、青、紫、金、あと多分赤の装備があって、最初のうちは低グレードの装備しか作れないんですが、徐々に高グレードの装備が作れるようになります。で、私がやった感じ、紫が作れるようになったあたりで、紫の装備を作って身につけるっていうのはかなりやった方がいいです。というのも、装備って聞くと防御力だけ上げるやつのように聞こえますが、さっきご紹介した敏捷とか筋力とかそういうのが上がるので、キャラに合ったやつを装備するとそのキャラのメイン能力とサブ能力が上がります。つまり攻撃力もゴリゴリ上がります。だから結構大事です。ただ紫よりも下の装備についてはちまちま作って装備してても、どうせすぐ高グレードの装備が作れるようになっちゃうし、そもそも装備更新しないと詰まっちゃうような強いボスも現れないので、しばらくは無視でも OK って感じ。今はあるやつは装備するぐらいでいきましょう。またチュートリアルの通り回復アイテムを装備させておくことで、戦闘中に自動的に回復アイテムを使ってくれます。現時点で回復アイテムはあまり手持ちにないかもしれませんが、この後死ぬほど生産できるようになるので、大量生産できるようになった暁には装備しましょう。ここで4人目のウルフガードが仲間になるので、一旦レベル20まで上げて編成に入れておきましょう。さっきノーコストで使える連携技の発動条件の確認方法を後でご紹介すると言いましたが、この画面のここをクリックすると発動条件が確認できます。細かい話は省略しますが、今編成している管理人、ペリカ、チェン戦友、ウルフガードであれば、適当にガチャガチャいじってるだけでも連携技はお互い発動してくれると思うので、あまり気にしなくても OK です。なお各キャラの使い方については画面右下のプロファイルから訓練を選ぶことで学習可能です。今編成している4人をつなぎの編成として見るんだったら訓練は別に受けなくても OK です。ただ本作は各キャラ想定した使い方をしないとダメージが出せずに結構ストレスかかります。数時間後に追加キャラも迎え入れて腰を据えて編成することになると思いますが、本命の編成にした後は面倒でも訓練は受けた方が無難です。先へ進みます。再び工業のチュートリアルです。言われるがままに対応します。仮設居住地の人たちとの商品取引が開放されます。これめちゃくちゃ大事なので説明します。このシステムは何かっていうと、商品を作ってここに住んでる人たちに売りつけることによって地域取引権という金を巻き上げようっていうやつです。何でもかんでも買ってくれるわけではなく、現時点ではこの4種類しか買ってくれません。結晶外角なら1個につき1枚、強化カプセル1なら1個につき10枚って感じですね。で、この商品なら無限に買ってくれるかっていうとそうでもなくて、ここに表示されてる数量までしか金券はくれません。この数量は
はハテナマーククリックすると分かる通り時間経過で溜まっていって、なおかつ蓄積量に上限が設定されています。これは貴重な金策手段の一つなので、この取引件数量が溢れないように商品を渡して取引券をかっぱらい続けるのが大事です。最初から8500枚溜まっているので、まずはこの8500枚を分取り尽くすことを当面の目標にしましょう。現時点では8500枚引き出せるほど商品ねえよって感じだと思いますが、数時間後に商品の量産体制を作れるようになるので、それまでの辛抱です。商品を取引すると金券がもらえるだけではなく、拠点発展値という経験値的なやつもほぼ同額もらえます。これを一定値まで貯めた上で発生するクエストをクリアすると、地域が発展して拠点取引券の自然増加量が増えたり、取引に応じてくれる商品も増えたりするので、そういう意味でもこまめな商品取引が必要だし、あと拠点発展値がマックスになった時に発生するクエストは最優先で対応しましょう。それともう一個大事なのが左下、手持ちのキャラを1人指定しておくことで、拠点取引量の自然増加量、商品を取引した時にもらえる金券の量、商品を取引した時に増える拠点発展値の量にボーナスがかかります。このボーナス量がプラス 20% とめっちゃでかいので、絶対に1人指定しておきましょう。誰を指定しておけばいいかっていうと、所属、趣味、特徴がオレンジ色になってる数が多いキャラを指定しておけば OK です。なお派遣とは言ってますが、別に手持ちのキャラが離脱するわけでもないので、安心して指定しましょう。先へ進みます。ここで協約空間が開放されます。これが理性、要はスタミナの消費先であるデイリーのコンテンツです。今回開放された協約空間経験値は、その名の通りキャラの経験値を獲得するアイテムが得られるコンテンツです。チュートリアルでは1回やれば OK 的な感じになってますが、何回もやりまくって理性を消費し尽くしましょう。キャラのレベル上げ用経験値だけではなく、メインクエの進行に必要不可欠な行動レベルを上げるための経験値も多く稼げます。理性の回復手段としては、時間経過で回復させること以外に2種類あって、アイテムでの回復、天縁原石での回復があります。このうちアイテムの方は手持ちがあれば全部使って理性回復しちゃって OK です。とにかくメインクエ進めるのが最優先なので、アイテムで回復できるんだったらしちゃいましょう。一方で天縁原石での回復は非推奨です。なぜかっていうと、この天縁原石というアイテムはガチャ用の石とも交換できるし、そっちの方が貴重だからです。それともう一個使わない方がいい理由があって、それがこのメニューの通行証ってやつ。ガチャゲー知ってる人向けに言うと、これが本作のいわゆるシーズンパスで、いろんなミッションを行うことでポイントを貯めて通行証レベルを上げることでいろんな報酬がもらえるっていうやつ。一番上の白が無課金でももらえるやつで、真ん中の黄色が天縁原石を一定数払うともらえるようになるやつで、一番下の赤が課金するともらえるようになるやつです。でこの真ん中のやつが謎仕様になってて、天縁原石を29個払うとその場で天縁原石が32個もらえた上で、さらに通行証のレベルが上がるたびにそれ以外のアイテムがもらえるっていう、まさにやり得な感じになってます。やり得ではあるんですけど、そのためにはまず天縁原石を29個貯める必要があります。だから天縁原石をスタミナ回復に使うのはもったいないっていう理屈です。メインクエス進めてたりすると溜まっていくので、この石は29個貯まるまでは大事に取っておきましょう。今回やったデイリー消費するコンテンツはメニューの案内所、協約空間からも選べます。この時点では協約空間経験値以外が開放されてないかもしれませんが、マップ上のこのアイコンのやつに1回触れると開放されるので、早いうち触っておきましょう。4つとも行動レベルを上げるための経験値がもらえるのは共通ですが、それ以外でもらえるものが違うので、何がもらえるのか一通りご紹介すると、1つ目はキャラの経験値を上げるためのアイテム、2つ目はキャラの昇進をするためのアイテム。本作ではキャラが一定レベルに達するたびに昇進っていう行為をすることで、そのキャラのレベルの上限を上げる必要があります。その時に必要なアイテムを入手するのが2つ目です。3つ目はシンプルに金券。この金券はさっき出てきた地域取引券とは別物で、地域取引券の方はその地域でしか使えない紙幣で、こっちの金券は共通的に使える紙幣です。ただ広く流通してるっていう設定ではあるんですけど、別に地域取引券の代わりになるわけじゃなくて、キャラの強化とか後ほど出てくるある拠点のレベルアップとか限られた用途にしか使えません。4つ目はスキル強化用のアイテム。キャラごとにスキルのレベルを上げられますが、その時に使うアイテムです。で日頃どれをやって理性を消費すればいいかっていうと、基本的には1つ目の経験値と4つ目のスキル強化をまんべんなくやっとけば間違いないです。で昇進する時に昇進素材ねえじゃんとか金がねえってなった時だけ 2,3 番目のやつをやりましょう。ただ1つだけ注意事項があって、本作はレベル60までのレベルアップに必要な素材とレベル60からのレベルアップに必要な素材がなぜか分けられています。それはスキルレベルアップ用のアイテムも同じです。なので当面は1番目と4番目を選んどけばいいんですが、育てたいキャラのレベルが60あたりになってきて、なんか成長素材手持ちので全然足りそうだなってなってきたら、理性の消費先を3番目とかに切り替えるか、あるいは1、4番目の交
高レベル帯だとレベル60までのレベルアップに必要な素材を入手するか、レベル60から必要になってくる素材を入手するか選べるようになるので、ちゃんと必要な方を選びましょう。長くなりましたが、理性消費コンテンツの説明は以上です。先へ進みます。道中オーリレンという白い丸いやつを手に入れることがあります。これを集めて協約転送ポイント、ファストトラベル用の装置のところで提出すると、さっき言った天元原石がもらえたり、スタミナの上限値を上げることができます。別に血眼になって集めなきゃいけないほどではありません。取れそうなやつがあったら取るぐらいで OK です。初めてのボスバトルです。チュートリアルで触れてない点で1個小ネタを伝えると、操作キャラの HP が減ってきた時は操作キャラを変えるといいです。というのも、自分が操作してないキャラは完璧ではないんですけど、結構いい感じで敵の攻撃を避けてくれるので生存時間が長くなります。本作キャラ同士のシナジーを生かす戦闘システム上、1人キャラが戦闘不能になるだけで結構痛いので、 HP が減ってきたら自分は別のキャラに変えて、 HP 減ったキャラは CPU に操作任せるってことを視野に入れましょう。このボスを倒してすぐに協約測定装置という黄色いバルーンを壊すチュートリアルが始まります。これを破壊して貯まるポイントを消費することで新しい工業用マシンを作れるようになります。マップ上この形をしているところにバルーンがあるので、できる限り壊していきましょう。解放するマシンは推奨に従えば OK です。そしてここで解放される電動採掘機こそが修正工業システムの始まりともいえる重要マシン。チュートリアルの通り進めて、紫色の視床鉱物とオレンジ色の原石鉱物を全自動で無限に採掘できるようにしましょう。これまで修正工業システムについては最低限のチュートリアルだけやって、あとガン無視でメインシナリオを進めていけ的なノリでしたが、ここまで来ると無限に石が取れるようになったり、無限に石から商品も作れるようになるので、ちょっと修正工業システム触り始めるのを推奨します。その時に何を目標にすればいいかっていうと、さっき言った通り仮設居住地に地域取引権がどんどん溜まっていくので、これを全部かっぱらえるぐらいの量の商品を自動的に作っていく仕組みができれば十分です。じゃあその仕組みどうやって作っていけばいいのっていうと、まずは石がたくさん取れないとどうしようもないので、マップ上にあるこのマークのところめがけて電柱を立てまくって電気を通して採掘機を設置するっていうのが一つ。もう一つは取った石とかを使って仮設居住地の人たちが今取引に応じてくれる商品を作る、そのためのマシン配置を行うことです。この辺、つまり修正工業システムについては別途解説動画を作るので、そちらを参照ください。で、一つめっちゃ言いたいことがあって、この修正工業システムについては答えを調べないことを強くお勧めします。なぜなら私はこのシステム自分であれこれ試行錯誤することこそが一番面白いと考えるからです。ちょっとネットで調べると、僕の考えた最強の図面とか、序盤はこの商品を作れ、中盤はこれを作れとかめっちゃ出てくるんですけど、そういった答えを知ってその通りにやろうとした瞬間、単なる作業芸になるので、もしこの修正工業システム自体が肌に合わないから何も考えずに行きたいって人でなければ、ぜひご自身の力でやってみてください。そう言っときながらお前解説動画作るのって思うかもですが、私はこの考えを考慮して動画化するつもりなので、ご興味があればチャンネル登録の上ぜひお待ちください。この動画上は修正工業システム全然触らないままメイン区へ突っ走る前提で先へ進みます。全然触らんとはいえ、直後のチュートリで結局支障装備部品を作る羽目になるので、マシンを配置して部品を作りつつ、そこからクエスト用の装備を制作します。ここで自分たちの装備もついでに作りたくなりますが、さっき言った通り紫グレードの装備までは作らなくていい印象なので、おとなしく求められたやつだけ作るで OK です。またメインクエの一環で修正工業システムで使う各マシン、今回で言うと装備部品加工機のチュートリアルをやらされます。中身の説明はゲーム内のチュートリアルに任せますが、一つだけ言っておきたいことがあって、この見下ろし視点オンってやつ、これを選ぶと文字通り見下ろし視点でマシンの配置ができるようになるんですが、こっちの画面の方が圧倒的に使いやすいので、今のうちにこの画面でやることに慣れておきましょう。そしてここでついにメインクエを進めるのに行動レベル15以上という制限がかかるはずです。多分脇目を振らずに進めていくと、今行動レベル10ぐらいだと思うのでレベル上げが必要です。マップ探索してるだけでも行動レベルがちまちま上がるのでそれでもいいんですが、それだけだとかなり骨が折れるので、マップ探索以外で効率的に行動レベルを稼げる手段を4つご紹介します。1つ目の稼ぎ手段はさっきも紹介した理性を使う協約空間、経験値美味しいので理性は溢れさせないようにしましょう。2つ目の稼ぎ手段はデイリー、毎日の特定のミッションをクリアして100ポイント貯めると報酬がもらえるんですけれども、ここでもらえる行動レベル用の経験値もバカクソうまいので毎日やることをお勧めします。3つ目の稼ぎ手段はフェーズ、書いてあることをこなすと報酬がもらえます。求められることの難易度が低い割にこれも経験値かなり美味しいので片っ端から潰すことをお勧めします。多分フェーズ3の進捗報酬もらうぐらいまではスルスルと進められるはずです。そして最後の稼ぎ手段は任務、
この任務のうち緊急と重要カテゴリーにある任務はクリアすることで経験値だけではなく新要素も解放されます。これについては経験値目的というより新要素の解放目的で片っ端からやることをお勧めします。行動レベル上げ用の経験値のおすすめ獲得手段は以上です。これらを片っ端からこなしているとおそらくマップ探索がっつりやらなくても行動レベル15にはなるはずです。それとこの辺りからそろそろ編成を真面目に考えてもいいフェーズになるので、もらえるもんはもらっとく、引けるもんは引いとくの精神でもろもろやります。まずはメニュー左上の歯車アイコンの右から2番目にあるコードの引き換えを選択します。で、今時点で使える引き換えコードを入力します。アークナイツエンドフィールドシリアルコードとかで検索すれば今有効なやつが出てくると思います。コードを入力したらメニュー左上のメールアイコンからアイテムをもらえます。続いてイベントを選択します。もらえそうなやつ全部もらっときましょう。この中で1個でかい報酬があって、ログイン3日目でもらえる星6オペレーターアルデリアとログイン10日目でもらえる彼女のモチーフ武器です。編成次第では彼女が最適編成の1人だったりするので、3日目に彼女、10日目に武器がもらえる前提で1枠分キャラと武器を成長させないでおくのはありです。もらえるもんもらったら続いてガチャを回します。本作ではガチャをスカウトと呼びます。この動画投稿時点で旅立ちスカウトというものが開催されていて、ここまで進めていると20回ぐらいガチャを回せるチケットがもらえるので、他に使い道もないし使っちゃいましょう。この後もメインクエを一定まで進めるたびに累計40回までガチャが無料で回せるようになり、結果最高ランクである星6のキャラを最低1人は獲得できるはずです。また通常スカウトの方もなんやかんやで微妙にチケットが溜まってるはずです。貯めておく意味はないので回しちゃいましょう。さらに時期によるかと思いますが、わずかながらその時ピックアップされてるキャラ専用のガチャチケットももらってるはずです。これも期限来ると消えちゃうので使うだけ使っちゃいましょう。一通りガチャガチャするといろんなキャラを迎え入れられるはずです。この手持ちでどんな構成にするかはググれば色々出てくると思うのでそっちに任せます。ただ2つほど共有しておくと、1つは考えるのめんどくさければメインクエを進めるだけなら初期パーティーでも全然大丈夫であるということ。もう1つは特定のキャラを重複して引いた場合、重複分はそのキャラの印に変換されて、その印をここから使うことでそのキャラを強化できます。いわゆる凸ってやつですね。他のゲームほど凸して性能がぶっ壊れるわけじゃないんですけれども、ただ星4や星5は割と軽率に凸ができるはずなので忘れず使っておきましょう。また本作はキャラガチャを回すことで武器ガチャ用のアイテムを入手することができます。おすすめの武器なんかもググれば出てくると思うので、使いたいキャラを決めたらそのキャラに対応するおすすめ武器を入手しましょう。基本的にはさっき言った通り使いたいキャラのメイン能力やサブ能力を上げる高レアリティの武器がおすすめされてるはずです。使おうと思ったキャラ4人を決めたらその分のキャラと武器のレベルを全力で上げましょう。まずはアタッカーに相当するキャラのレベルやそのキャラの武器のレベルを上げるのをおすすめします。あとこのタイミングで一応課金要素についても触れます。本作の課金アイテムは結構ややこしいですし、そもそも当チャンネルでは課金をそんなゴリゴリ推奨したくないので突出してお得なやつの紹介だけにとどめますが、他のゲームと同様に月パスがお得なのと、あと 3400% お得っていうやけくそな表示になってる対岸武器パックっていうのは月パスすら軽く凌駕するレベルでお得なので、課金が許せる人はこれらの課金は検討しましょう。キャラの編成と課金要素の紹介は以上です。話を元に戻して行動レベル15になると再びメインクエが進められるようになり、ここでエンドフィールド工業の拠点である D ジャン号の諸々の機能が解放されます。ただぶっちゃけこの辺の機能はそんなに重要に感じなかったので、ゲームで触れてること以上の話は割愛します。主なやつとしてはキャラを配置しとくと時間経過でちまちま強化用のアイテムをもらえるようになるってやつなんですけど、ちりつもではあるのでやる気があればぐらいの感じです。これらの機能解放が終わると再び行動レベル18以上の進行制限がかかるので、以降も同じような感じで進めていきます。具体的にはデイリーなり探索なりをやって行動レベルを上げる、行動レベルが一定以上になったらメインクエを進める、これらを繰り返しつつあらかじめ修正工業システムで生産ラインを作っとくことで、このサイクルを回してる間も時間経過で地域取引権をかっぱらえる状態にしとく、こんな感じの進め方です。この辺りからマップ探索もしっかりやらなきゃいけなくなると思うので、マップ探索の優先度もご紹介します。まず一度やったら OK 的なやつは一通りやっときましょう。具体的には協約転送ポイントの開放、採掘スポットへの電動採掘機の設置、ひいてはそこに電気を通すための中継タワーの設置、バルーンを触っての基礎工業ポイントの獲得、 DGN 号を増築するための資源回収所の開放、商品取引端末の開放、そしてデイリーコンテンツである協約空間の開放、そんなところです。この給電端末のアイコンもそこに一度電気を通しとけば OK 的なやつではあるんですけど、ここについては報酬がビビたるもんなんで今挙げたやつよりはやや優先度が落ちます。それと個人的にさらに優先度が落ちるのがこういうアイコンで表現されている希少採取物エリア。ここからはキャラの昇進用の素材が手に入ります。一定時間おきに採取可能で、上限まで貯まると超過分は廃棄されちゃうのでこれもちまちま取っときたくなるんですけど、エリアが点在していて取るの超めんどくさいし、当面はそんなに
昇進用の素材いらないので、あ、このキャラの昇進用の素材必要だってなった時に初めて取りに行くでも十分です。加えてマップ上はアイコンで表現されていませんが、ちょいちょい宝箱が落ちてたり、パズルゲームを強要してくる機械がいたり、あるいは臨時超域活性点っていうモヤみたいなのがあって、触れると戦闘になって倒すと報酬もらえるんですけど、ぶっちゃけこれらあんま美味しくないので無理して全部やろうとしなくて OK です。まあいろいろやつぎ早に喋っちゃったんですけど、めっちゃ乱暴に言うとマップ上マークついてるやつ大体言っとけ。ただ希少採取物エリアと宮殿端末についてはそんな頑張んなくてもいいし、そもそもマークすらついてないやつはできる範囲で OK。 そんなノリでマップ探索しましょう。最後にもう一つだけ共有。地域取引権を常時かっぱらえるようにしようと言いましたが、じゃあ地域取引権は何に使えばいいのか。何かにつけて地域取引権が求められるので、どれに使えばいいか悩みがちなんですけど、個人的に一番おすすめなのが中枢エリアの修正工業エリアの倉庫連結ハブの増設。こいつが一番おすすめです。なぜかというと、地域取引権を稼ぐには何といってもまず商品をたくさん作るのが大事です。で、商品をたくさん作るためには石とかの原料をマシンに流し込む必要があるんですが、現状マシンに流し込むための原料の搬出口は各修正工業エリアにつき強約コアにくっついてる6箇所しかありません。いろいろとマシン触ってるとわかるんですけれども、この入り口6箇所しかないことが一番悩ましく感じるはずです。ただ倉庫連結ハブを増設すると、そこに倉庫搬出口を設置することでそこからも原料を搬出できるようになるので、マシンに流し込むことで追加で商品を作れるようになります。なので稼いだ地域取引権はまずは倉庫連結ハブの増設に使うことで、商品の生産効率をさらに上げて地域取引権をますます稼げるようにした方がおすすめです。修正工業エリアの中でも一番でかい中枢エリアの修正工業エリアが最も倉庫連結ハブ増設によるコスパがいいので、まずはそこから増設するようにしましょう。地域取引権の使い方に関するおすすめは以上です。長くなりましたが、ここまででおおむね各要素ご紹介できました。もうあとは気になるとこだけ追加で調べつつ、思うがままゲーム進められる状態になってると思います。もちろんまだ紹介できてない要素もちょいちょいあって、例えばキーワードだけ挙げると、武器に装着することで武器を強化できる気質、その気質を手に入れるための理性消費コンテンツである超域活性点、安い時に買って高い時に売るという株取引みたいなことをやる自家商品、倉庫の容量を増やしたり配達で金儲けできる保管ボックスとかあるんですけれども、まあメインクエで出てくるのでそちらを参照ください。ただ一言だけ言うんだったら、このうち自家商品と配達については報酬めっちゃ美味しいので、解放されたらやっといた方がいいよぐらいかな。先輩管理人の方、訂正や補足の助言あればコメントお願いします。今後もアークナイツエンドフィールドゴリゴリ楽しみつつ解説動画出しますので、お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画がに至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつやなし。